くなってもあの日が遠くなっても忘れられない消えたりもしない抱きついて泣いて笑ったぬくもりがあるから抱きしめ合って魔法私の勇気の場所何度だって生まれ変わる夢に投げ時代が私を試すけど一人じゃない私は間違わないように後悔しないようにまっすぐ生きていたいけど歩き出す勇気も立ち止まる勇気も未来への条件きっとヴィーナスグローブの一団。なんじゃとて。はーい、これでパイロット以外の方はシャワーを許可しますが、パイロットはもう一周。なぜなんだ。先生ひどいよ。なんでこうまで汗を流させるんですか。ダメだ。こんなこと何日やらせれば気が済むんですよ。宇宙船の被爆対策と体内の老廃物を吐き出すためです。いや、お疲れ様。まったくもうまだ走れるぞロルッカさん。まだ足震えていますよ。いじめではありませんよ。ヴィーナスグローブに入国するために。グラミニア先生。はい。よくも今日まで騙してくれたものだ。シャワーだシャワー。全員惑星の遺伝形質はないようです。やっぱり兄弟。自分はマシンの調整がありますから。またよろしくね。いつでも。どっちでもいいじゃないか。よくない。おじさんはそっち。こっち。ペースを守ってあと一瞬。ペースを守ってあと一瞬。あの女がここの医者だったなんて裏切り者だよな。フラミニア先生が好きなんだ。違うって。クレッセントシップでトアサンガに来たってんだから、ヘルメス財団のスパイだったんだろ。スパイとは違うでしょね、アイーダさん。医学的な関心のある調査員というところですね。ロルッカさんもミラジさんも騙されたって怒ってましたよ。体中の雑菌まで吐き出させるために走らせてるっていうのさ。ヴィーナスグローブは清潔第一。クンタラを扱う以上に厳しいんだよ。クンタラなんて大昔の話じゃないですか。明日はスカッシュをやりましょう。よく持ちますね。さすが元海賊だ。海賊？なんだよそれ。ベル、スカッシュです。おい。船外活動に出ます。了解、どうぞ。外のドア開きます。マニー、どっちだ？左舷の下にボンベ1本。
って言ったでしょオリバー。手伝います。すんません。これ探してたんです。もう笑った。笑いましたね。ミラジさん、ボンベは1本だけ流してくれ。レクテンが受け止める。補修シートももらいたいな。いいですよ。でもミラジさんたちいろんなことをやるんですね。レジスタンスまがいのことをやると何でも嫌になる。残りのボンベは後ろですね。了解です、ミラジさん。アイーダさん、はい。ノレドとラライアさんにベルってああなんですか？ラライアさんは記憶を取り戻してからはベルとは気が合うようです。外れないんですか？ええ。これダメです。温めてやらないと。そうなの？チカチカするのって何です？宇宙船プラズマ粒子がこの船のビームシールドにぶつかって光っているんです。オーロラの元みたいなもの。マスク隊員、どの星がルイのいる星なのかわからないんだよ。G セルフは後ろで葉っぱがばらしている。レクテンの定期点検は今日からやらせますよ。アダムさん、 G セルフは後ろですか？そうだ。ハッパさん、ご面倒をかけてるんですか？整備できるようになったから問題はない。うわ、この緩み治っている。レイハントンコードは元の制限コードに戻しておいたよ。脱出ポットとしては使えますよね。コード制限があるってことは G セルフってあくまでも貴様たちを救いたいっていうシステムなんだよな。いいご先祖様に感謝するんだな。あの両親の意志がこういうところに働いていたんだ。アイーダさんは姉さんで、僕は弟かよ。こちらクレステントシップ艦長エルカインドです。地球からの方々にお知らせいたします。5分後に流星を狙撃するためのビームを発射いたします。上弦右弦です。直径100メートル、距離 5.2 キロです。5キロです。正確。さすがですな。狙い撃ちし損なったりビームバリアを突破する大きい流星が来たらさ、そりゃこの船だってドカーンでしょねえ。それはそう。帰りたいよ。そりゃそうだけど、戻りたいと言ってもあちらに戻る方が早いみたい。あれヴィーナスグローブ？あれがトアサンガで創出したヘルメス財団が建設したヴィーナスグローブの全体の姿です。金星の磁気嵐がひどいが、なんだよちっから。クレッセントシップのコースはオーシャンリングへの侵入コースに入りつつあります。本当はこのジロットのアンチミノフスキーっていうのを試してみたいですね、キア隊長。クレッセントシップをいただきに行くのだ。G セルフがこの船に飛び込んできた時に放出されたエネルギーが船の内側に封じ込められて、それによってエンジンは活性化してスタートしました。システムが刺激されたことによって能率が 10% 以上上がったのです。それってこの船の形がそうだからそうなったんですか？もちろんです。船体全体がフォトンリアクションしたのです。
G セルフのリフレクターの原理と同じですよ。そうかい。レイハントンコードは関係ないですよね。はい、フォトンリアクションは循環系の問題ですから。形そのものが性能を表してんだ。そういうものでしょ。ああ、そうか。はい。我々は YG、G セルフをデータから建造してドレッド軍の審査に合格した時点でエネルギー論のことは考えませんでしたな。レイハントンコードを仕込むことしか考えていませんでした。そうなんだ。メガファウナなんかヘルメスのバラの設計図のままに組み立てたみたいなものだから、本当の働きを知っている技術者なんていないよな。よくもまあ、それで宇宙に上がってきましたね。宇宙世紀を支えた技術の歴史は歴史であったんですよ。滅びの技術ですけど。宇宙に取り残された絶望した人々もいたからこそ、トワサンガもあれも建設したのです。あのヴィーナスグローブがフォトンバッテリーの生産工場なのですね。いや、全て大型のバッテリーと考えてください。我々はオーシャンリングで暮らして、あの空域をバッテリーだけで球体を完成させたいのです。どのくらいの球体なのです？月ぐらいの大きさでしょうな。お月様？そんな莫大なエネルギー、何に使うんです？人類を永遠に生き延びさせるためです。地球では科学技術であるアグテックは改良してはならないというタブーを押し付けておいて勝手ですね。人類は大量消費と戦争で地球を住めないようにしたのです。そんな人類にはアグテックのタブーは必要でした。その代わり財団はフォトンバッテリーは無条件で提供してきました。エネルギーの配給権をキャピタルタワーに独占させたために、他の大陸の人々はアメリア人の感覚だけで喋るな。人の自由を侵害されています。人は自然界のリズムに従うものでしょう。でもアメリアではそのように教わってお育ちになったのですな。教わったって自分で感じたことではないってことだよ。教わる、入力、教わる。刷り込まれたということ？トリプレットはラボに帰っていいぞ。我々はクレッセントシップで帰る。隊長のトワサンガからもらった情報って間違いないんですかね？それを確かめに行くんだろ。地球圏のやつらの言うことなんか信用できないからね。聞こえていますね。聞こえている人は右手を上げる。よろしい。冗談でもアルケインから離れてはならない。宇宙服のバーニアでクレッセントに戻れると思うな。宇宙では遠いものも近く見える。クレッセントの大きさを数字で知っているつもりでも、実際に見ている感覚とは違うものだ。その違いを実感するのだ。話が分かったら両手を上げろ。遠いところから左右を分からせる色分け。確かにここからあそこまで1キロぐらいあるなんて見えない。数字だけの理解は数字だけだものな。あそこでも点検修理やってる。あそこまで1キロあるなんてことないよね。ありますね。暗くなってる。握ればいいんです。そうか。何がおかしいんです？みんな聞こえていますよ。オンマイク。切っちゃいけません。命取りになります。分かっています。私の父は間違ったことを教えたんですか？軍人さんとしては立派な方ですよ。僕の運行長官の母は武骨者ですけど、責任感の強い立派な母です。うん、着いたわ。ファイヤー飛べー。それオーシャンリングというのは？知っていれば見えるのですが、ヴィーナスグローブのすぐ上にあります。はい、オーシャンリングというからには海があるんでしょうか？海に似たようなものです。我々がそのようなものを作ってまでここで暮らしてきたのも
地球が決定的に貴重な星なのだという証拠でもあるのです。その地球ではキャピタルタワーを取り合おうと宇宙艦隊が睨み合っているんです。経済的に豊かになってきたからでしょう。そんな大人の理由はいいんです。僕はそういう戦いをやめさせるためには姉さんのような人にはヘルメス財団の偉い人に会わせたいし、ヴィーナスリングとかオーシャンリングといったものを見てもらって、宇宙にある海の夢といったものを見つけ出してほしいんです。ベルリ現在のヴィーナスグローブを統一しているラグーという方は大変高潔な方ですよ。なんかよかったわね。ベルはアイーダさんを姉さんと受け入れられたんだ。強い子だよね。耐久力ある？なんだよ、なんだ。艦長、ジット団が出迎えに出てますって。あ、まただ。その画像か。ジット団なんて知りませんよ。何なんです？これが自分の知らないモビルスーツです。どういうことなのでしょう。聞き取れた部分を聞かせなさい。あれがヴィーナスグローブからの出迎えですか？伝説のモビルスーツのように見えるな。来た。これって G 系のものじゃありません？あのポーズ出迎えですか？穏やかじゃないな。動きます。エルカインド艦長を確認した。ジット団の出迎えなど全く聞いていない。クレッセントシップを我が方に解放していただく。ベルリはどこにいます？そこにいる地球人はメガファウナに移動していただく。このブリッジは正規のクルーだけにする。そこの地球人たちもそこからならメガファウナへひと飛びだろう。王子、あなたたちは何なんですよ。ベル少年。ダメでしょ。なんだ。悪人。ジット団というのは何なのだ。ラグーの承認を得て出迎えに来たのではないな。艦長、キア・ムベッキと名乗っています。入れてやれ、顔が見たい。副長のちょっと地球人をここに置けばどのように利用されるかわからんでしょ。キア・ムベッキ、ジットラボラトリーの技術保全局長。メガファウナが勝手な行動をとったら。了解しています。可愛くない女だ。中に入るんだぞ。みんなバーニアを使え。格納庫へ。バーニア操作。敵は6機です。あの大きいのは 2,3 機分よ。エアロックは順番だぞ。俺照明はつけなくていい。どうして？接触回線で聞こえるな。赤い照明にしたら奴らに警戒されるだろう。命令通り今は迂闊に動いちゃならない。外に出なければいいんでしょ。そのはずだ。開いてて何を見てるんだ。何してるんですあなたたちが。うわー、ハッパさん G セルフを盗み出すつもりだ。誰が。戻ってきた。フラミニア先生、何をしているんです。パネルもスタイルもユニバーサルスタンダードなのになんで私に動かせないんだ。この機体は両親からの遺産です。ユニバーサルなものじゃないんです。僕と姉とラライアだけのものなんですよ。宇宙で使う道具は誰にでも使えるものでなくてはなりません。 G セルフだけは違うんです。それはタブー破りです。ケルベス注意。ベルリ見えますか。何？ベルリどうした？フラミニア先生がどうしたって？フラミニア先生がベルリを捨てた。ダメです。そんな。ガンタ、力ずくで回収するまでもない。貴様らも抵抗するな。
がどうしたって。ベル死んじゃったの。私たちは外に出てません。そちらの命令には従っています。分かっちゃいるけど、戦争好きな地球人だ。一歩でも外に出たら宇宙の塵になってもらうしかない。戦争好きならジロットの威力は想像がつくだろ。まるで砲台のレーザーキャノンみたい。これって戦艦をぶち抜くんじゃねえの？フォトンバッテリーを作っている人たちって平和的な人間だって信じてたけど。ベルリって死んじゃってるんじゃないの？フラミニア先生。死んではいません。働きすぎのベルリ君には休んでもらってもいいでしょう。ヤン、あなたの気持ちは分かりました。あとはすみません。真っ先にこの船を制圧しようと思ったのに。一晩で目覚めるでしょう。全量が注射をされたわけじゃありませんし。本当ですね。しかし、なんでこんなに固まっているんです？監視カメラですか？危険分子はここに集められた。メガファウナのクルーに教えておく。我々はトアサンガのハザム政権からキコーラの処分を頼まれたということもあって出迎えたのである。それは承知しておいてもらいたい。ちょっと待ちなさい。ロザリオ10の意向、ラグー総裁はご承知のことなのだろうな。艦長、ロザリオ10とラグーには関係がない。これはジットラボラトリーが直接請け負った仕事である。バチ当たりめ、バチ。ロザリオ10の邪魔はありますよ。同調者はいるんだ。ジットラボとしての作戦は万全ですものね。月は満ちたのさ。ジット弾の脅しに乗って戦えば全く知らない宇宙に飛び込んでしまう。巨大なバッテリーの弾やフレームがあるからだ。そういうものを壊さずに戦うなんて神様でも無理。戦った僕も偉くないのは壊してしまうからだ。次回 G のレコンギスタ、フレームのある宇宙。そんな宇宙などないという人見てください。